こんにちは、近藤瑞穂です。いよいよツインレイの男性が抱える4つの問題のシリーズ最終回となりました。テーマは心の問題について。これはサイレントにつながる要因でもありますので、最後までご視聴いただけると嬉しく思います。それでは、シリウス中継、スタート。出会いの頃、多くのツインレイの男性は、愛が何であるのかをよくわかっていないことが多いと思います。多くの恋愛を繰り返してきても、心から誰かを愛するという体験をしたことがなく、女性が感じるような愛を彼らが最初から感じているわけではありません。ではなぜ二人は始まったのでしょうか。それは愛を超えた磁力。すべては運命の力です。お互いに頭の中をすべて占領されて、抑えることのできない情熱と欲求が二人を結びつけます。その時、ツインレイの男性は、これが愛だと直感的に感じるかもしれません。しかし、ハートがその愛をもっと感じようとし始めると、突然、得体の知れない恐れが湧き上がってきて、ハートを閉ざして愛を感じないようにしてしまうのです。それがサイレントの始まりです。ではなぜハートを開くことに恐れが生じるのでしょうか。それは愛にまつわるトラウマがあるからです。そしてそのトラウマが発生したのは今世ではありません。過去世において、しかもツインレイの女性との間に発生した悲劇的な体験によるものです。彼らの魂はそのトラウマを引きずったまま、その後の転生を繰り返しているため、今世においてもハートを開くことができなくて、愛にまつわる問題を繰り返してきました。二人の間に生じた過去世のトラウマ。これが無意識的に彼らがツインレイの女性から逃げる最も大きな要因で、彼らの心の根源の問題です。ツインレイが出会いから間もなくして急速に結びつく理由は、過去世において最も傷つけた、あるいは傷つけられたツインレイの女性に対する恐れを感じる前に一つとなるためです。そして結びついてから間もなくして、彼らはそのトラウマを感知して、ツインレイの女性に対して急速に心を閉ざします。しかしどんなに閉ざしても、開きかけたハートから生じる痛みが彼らを苦しめ続けます。痛みを感じないようにハートを閉ざすことは、強烈なトラウマを体験した人に起こる現象です。また、その体験をなかったことにして、記憶の外に出したり、自分ではない誰かに置き換えることで回避する場合もあります。それが前回の健康の問題で少し触れました乖離性障害で、かつて多重人格障害と呼ばれていたものです。乖離の症状は大きく現れる場合もあれば、軽く現れることもありますが、主にサイレント中に現れるため、サイレントに入ってから彼らの異変に気づく人もいるでしょう。見極めのポイントは目です。乖離が現れている場合、目が彼らではない誰かの目に変わります。人によっては憑依を疑う場合もあるかもしれません。自分の意識を肉体から離して生きることを続けていると、他の霊体が入り込みやすくなるからです。そして乖離の症状が現れている場合、何を伝えてもうまく通じません。
ツインレイの女性の愛を理解することも、受け入れることもできません。人が変わったようになり、ひどい場合にはツインレイの女性を認識することさえできなくなります。でも心配しないでください。彼らがハートに鍵をかけた要因は過去世のトラウマで、それが発生した相手はツインレイの女性です。ということは、ハートの施錠を開く鍵を握っているのもツインレイの女性ということになります。これが彼らを本当の意味で救えるのは、この世にツインレイの女性だけである理由です。ツインレイの女性に出会ってしまった以上、開きかけたハートが感知する痛みを止めることはできません。その間、たとえ乖離の症状が現れたとしても、彼らのハートは愛を感じるために動き出しています。なぜなら、痛みを感じきらなければ、ハートを開くことができないからです。ツインレイの男性が自分を取り戻すまでに、ある程度の年数を要するため、その間、ツインレイの女性は彼らに傷つけられることも多いと思います。しかし、彼らの刃を愛で受け止めるたびに、彼らの中に流れる血の涙が少なくなっていくのです。また、心の問題は体の問題とつながっているため、彼らの体を癒す力もツインレイの女性の愛にあります。崩れていく過程を見ることはとても辛いと思いますが、ハートを開くためにそれは必要にして起こっています。その間、彼らが吐き出す闇を受け入れることしかできないかもしれませんが、最終的にツインレイの女性の愛で彼らは蘇ります。結局のところ、ツインレイの道はお互いに命をかけて、この愛に生きるようになっているのだと思います。以上です。私が彼と出会った頃、まだツインレイの情報も何も知らない時に、私はふとこの人の死の淵を救うのは私だと感じました。当時はまだ輝いていた彼を見て、それは私のエゴがそのように感じたのかもしれないと思いましたが、サイレントが過ぎて年月を重ねるたびに、それは予感から決意へと変わりました。ツインレイの男性の心の問題を心配されている方はとても多いと思います。そしてお話ししたように彼らが振り回す刃によって日々胸を痛めていると思います。それがどんなに辛くても愛することを止められない以上受け入れることしかできないと思いますが、この体験を通して私たちが学ぶものはこの世で最も尊い真実の愛の力です。今回の4つのシリーズの話がツインレイの道を歩む皆さんの愛の力となることを祈っています。それではシリウス中継を終わります。